見えたかな？はい。それじゃあ、時間になりましたので、始めさせていただきます。トレーダーのドロです。よろしくお願いします。さあ、ブーブーなりましたけど、どうなってるかな？出るかな？実は今、で出たのか。新規で今ちょっといろいろやって、あ、しめじさんこんばんは、よろしくお願いします。あれが鳴ってないな。しめじですって出て、音が鳴っていない。ちょっと待ってくださいね。ここでいいのか。読み上げ、このアプリ有効にする。読み上げテスト。ちょっと待ってくださいね。あ、聞こえないぞ。あれ？僕の音声は聞こえてますか？読み上げテストが聞こえない。なぜだろう？あ、すいません。なんか、今度は僕の方がテストして聞こえないってどういうことなんだろう？何があったんだろう？あれ？声は聞こえてますか？テキストの音は出ませんでした。本当ですね。あれ、すいません。またちょっと音声、これトラブルですね。せっかく楽しんでいったのに。またいくつかトラブルが出ている状態であります。すいません。トラブルっていうのがもう最初にお話、もう画面の上見ていただくとわかると思うんですけど、今配信している上に、デイリーニュースアラートということで、今11時でですね、要するにこれが今日説明するアラートシステムといって、何時にこういうアラートを出しますよっていうことを、これからライブでやろうかなっていうことで、この説明をしようと思ったのに、11時で、今アラートが5件鳴ったんですけど、反映されてないという、何のためにこれやったのかわかんない。今ちょうど出しているんですが、アラート管理のところで、なんでだろう。トリガーされてないですね。11時からのやつが出てないですね。今5件、またちょっと実験します。今日この説明もね、していきたいなと思っております。トラブルばっかですね。新しいことをチャレンジしてるので、最初はしょうがないですけどね。はい。はい。ちょっとすいませんね。今日はもしかしたら音声の方が出てこないかもしれないんですけど、またなんか原因追求していろいろやってみたいと。とにかく、新しいことをいろいろチャレンジしてるのいいですけど、失敗ばっかっすね。なんででしょうね。もう今考えても本番なのでね、どうしようもないかもしれない。また終わってから原因追求してみたいと思います。とにかく、ライブが普通にできてるので助かりました。はい。それではですね、最初に今日お話ししたい。これ今日の僕の塾というか学習支援っていうんですけど、その写真の様子です。みんなね、携帯をこう、じーっと眺めていて、いるんですけど、これ何をやってるかっていうと、今日はある、大学生の、先生がですね、僕のとこ2時間勉強する、トロム受けて、いや、本当ですね。本当こう、しめじさんの声とかも、こっちでキャッチすると、早く反応できていいんですけど、またいつもこうやって見ないといけないけど。いつもトラブルばっかり。本当ですね。いや、こんなだらだらやってるチャンネルでよく、はい。収益化っていうかで、1000人超えましたよ。本当思いました。はい。それでですね、この大学生のサポーターというか先生が、ぜひね、今日30分後半最後使って、選挙のことを子供たちにちょっとやりたいということで、実はちょっとバーチャル選挙ということで、みんなもう今中学生も高校生も携帯持ってますので、そのバーチャル選挙のアプリをやって、実際にこういう人がいいかなと思って投票して、投票結果を
みんなでこう、話すということをやりました。うん。今ちょうど時期で、良かったなと思っております。僕のところでも、こういう勉強、これも勉強だと思うんですけど、ゲームも含めて、割と学習だけではなくて、カードゲーム、人狼ゲームとかね、UNO とかもそうですけど、カードゲームを最後やったり、こうみんなでなんかこうやれることはないかっていうことで、そういう時間を設けてね。で、大学生の先生たちとかに任せてやらせています。うん。とても有意義なね、時間だったなと思うんですね。そういうことも含めて、今週、日曜日ですか。参議院選挙があるわけなんですが、アメリカとかとやっぱ日本ってこう全然違いますよね。もう、やっぱり、こういう投資をやるようになって、世界のいろんな政治経済を勉強するようになって、すると余計にこう比較しちゃうわけじゃないんですけど、政治のこととかもね、関心があるっていうか、やっぱり世の中がお金のことも含めて変わっていくわけですから、身近に本当に投資をするようになってから余計に身近に感じるようになりましたね。やっぱり政治と経済は切っても切れない関係があるな。ただですね、やっぱり、もう、どうでしょう。まず、皆さんも考えていることもあると思うんですが、なんでもネット選挙にしないのかなっていうのがもう一番、今の政治がどうこうっていうより、そもそも、もう、70代、80代の人たちのための選挙？例えば政治家選ぶにあたっても。だって、ネット選挙やったら、もう多分、いろんなことがひっくり返っちゃうと思うんですよ。例えば、前回の、岸田総理についても、そうですけど、本当に日本はまだ言論の多少自由があるからこうやって言えるからいいんですけど、多分河野太郎さんだったんじゃないかなって世論は思っていたところで、ザザザッと岸田さんが出てきて、なんかみんなそこで、やっぱりね、みたいな。やっぱりもう自民党のなんか、お偉いさんたちがくるくるね、順番で回してるような感覚。日本何も変わらないでしょって。そういうふうに空気が流れてきて。で、もう今、ほらやっぱりね、みたいな状態で、政治っていうのが結局、選挙に受かるためとか、自分たちのためなんじゃないのっていう空気がすごく流れてきちゃってるんですよね。他の国でも、そう。みんな思ってますよね。もうそろそろ、なんかわざと鈍感になってるのかなとか、政治家がわざと当選するために、わざとそうしてるっていうふうに思えてきちゃってるんですよね。で、もう今ってなんかいろいろ喋ることだったりしても、変なこと喋ってる人ってすぐニュースになるじゃないですか。この人頭悪いなと思われることとかもね。いや、そういう意味で言ったんじゃないけど、みたいな。昔からそういうのはあったかもしれないんですけど、もう、若い人たちはもう関係ないっていう人もね、いると思いますしね。なかなか、仕組みは分かっても、自分たちが選挙行ったって変わるわけないっていう空気はね、あると思うんですけど、そうなるとね、もうあとこの10年ぐらいで、もう、こんだけ IT 化が進んできてですね、もうみんなが、例えばこのコロナも含めて、いろんな IT のものを使ったり、ソフトとかね、いろいろ使ったり、ほとんどがアメリカ製じゃないですか。で、遅れてるのは、正直、教育も遅れてるんですけど、IT 化に関しては。教育っていうよりも、公公務員であったり、市であったり、行政であったり、政治もそうですね。が、その IT 化に関して遅れてしまっている。なんかわざと遅らしてるのかなと思ったりとか。でも企業も、
ベンチャー企業以外はね、なかなかこう、大きい舵取りするのも大変だと思うんですが、もっと、ちゃんとこんだけ情報が早くなってきてる世の中で、政治と教育と福祉が遅いっていうかね、もう、なんとかなんないかな。ただ、私たちは残念ですけど、日本に投資することは、僕はなかなかできないので、そう、日本が投資してもいいなって思えるようになれば、投資はしますけどね。まあ、そんなような気持ちになっております。とにかく、こういう言い方、国民を舐めてるのかなっていう気はしますよね。税金だけ世界一高い税金取っといて。本当に思いますね。はい。俺は、優秀な人とかも外国に投資したり、外国に逃げたりしますし、今ネットがあれば、外から日本の情報だって全然取れるわけだから、日本のために頑張ろうっていう気がない人なんか、パッと出てっちゃったりしますよね。経営してる人たちとか。わかりますよ、そりゃ。はい。まあまあ、こんなこと言ってもしょうがない。でも、一応子供たちにはまだそこまで考えることもないので、まずは今ちょうど公民を中3もやっているので、そういう勉強でこういう仕組みがあってっていうふうに話して、で、徐々に、まあ多分分かってくると、なんで政治興味持たなきゃいけないのかなとかって思うことがあるかもしれないですね。僕はお金の話がやっぱり興味があるし大事なことだと思ってるので、お金の話をベースとして政治もあるっていうふうに考えてますね。投資家の方とかトレーダーもそうだと思うんですよね。きっとお金がベースになってて、そのお金の話から政治は切っても切れない関係だから、そこで関心があったりするわけですね。本当に、政治を考えられる方っていうのはね、まあ本当にお金にも詳しい人がいてくれるといいなと思うわけです。はい。それでですね、まあこの今日の話の次ですけども、今日ですね、この僕いつもお世話になっているサモの本解説チャンネルで今日またいいお話があったので、これちょっとご紹介したいなと思っております。今日はですね、最初に15分ぐらいですけど、アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書という題名になります。これ、実はこの本僕もう読んでて、2年ぐらい前にも出たやつかなと思うんですけど、まあ今ちょうどね、僕もまあ子供たちにもどっかのタイミングで、お金の勉強の話とかしたいなと。なかなかね、今やっていることっていうのは結構マニアックな話、テクニカル上の話もなってるので、難しいこともあるんですけど、もうちょっと子供たちにはこうきっかけになって、まあ経済の話とか、なんかお金の仕組みとかね、そういうのを話できればいいなって思っております。まあ、もしこのアメリカの高校生が学んでいるお金の教科書って知ってらっしゃる、いればね、あれですけど、またね、サムさんすごくわかりやすく解説してくれたので、ぜひね、ちょっと最初、ここお金の勉強ということで知っていただきたいなと思っております。じゃあちょっと流しますね。音声大丈夫かな？難しいことも書いてあるから、今すぐ理解できなくても全然構わない。大事なのは、お金の仕組みと社会の仕組みを時間をかけて学んでいくことなのだ。こんにちは、本解説チャンネルのサムです。今回はアンドリュー・スミスさんが書かれたありがとうございます。アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書という本を解説します。この本はこんなあなたにおすすめです。お金に関わることを幅広く知りたい。お金関係のことで失敗したくない。そんな方におすすめの本です。生きる上でお金が大切であるというのは言うまでもなくわかることだと思います。ただ、こんなに大切なことなのに、私たちはお金のことについて習う機会がありません。本書はお金にまつわることについて、貯金や投資のことだけでなく、アラート23時のが出ましたね。法律、金融にまつわる詐欺に至るまで、様々なことを学べる本になっています。本書で学べば、お金に関して困ることは一気に少なくなるでしょう。それでは早速紹介していきます。というわけでいつも通り最初にこの動画の結論を言っておきます。結論。あなたのお金に関する決断があなたの未来を決める。すぐ確実に儲かるようなうまい話は絶対にない。
というわけでこの動画では1、お金の計画の基本。2、お金とキャリア設計の基本。3、金融詐欺の基本という順番で解説していきますので、ぜひお楽しみください。1、お金の計画の基本。この章ではお金の計画の基本というテーマについて、本書から3つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは、どうすれば経済的に自立できるのか、お金の専門家との付き合い方、お金は手段でしかないという3つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まずポイントの1つ目、どうすれば経済的に自立できるのか。経済的自立、ぜひ達成したいことですよね。経済的に自立した個人になるために、まず覚えておく必要があるのは、自分のお金の面倒を見るのは自分しかいないということです。人は生きていると毎日たくさんの決断をします。そしてその多くがお金に関する決断です。人生には友達をどのように選ぶか、家族にどのように接するか、失敗した時にどう立ち直すのかといった重要な決断がありますが、お金に関する決断もそれと同じぐらい重要だということを覚えておきましょう。いい決断を下すことはもちろん、大人であれば決断の結果に責任を持つことも求められます。お金がたくさんある人もほとんどないという人も真っ先に知っておかなければならないことがあります。それは周りにいる全ての人があなたのお金を奪おうとしているということです。マクドナルドはあなたにハンバーガーを売ろうとするし、保険会社はこれが最低限必要な保険ですなどと言ってあなたに保険を売ろうとします。あるいは詐欺であなたからお金を騙し取ろうとする人もいるかもしれません。いずれにせよお金を使う場面でどのような決断をするかによってお金に苦労する人生を送るかどうかが決まるわけです。ここで大切なのはあなたのお金に関するあなたの決断があなたの未来を決めるということです。大抵の場合人生で起こることは自分の決断の結果です。私たちのこれからの人生で様々な形で自分の決断に責任を持つことになります。まず自分のお金に責任を持つことから始めてみましょう。では続いて2つ目のポイント、お金の専門家との付き合い方。お金のことなら専門家に聞くのが一番いいと思う人もいるでしょう。ファイナンシャルアドバイザーやファイナンシャルプランナーなどと呼ばれるお金の専門家がいます。ただこういったお金の専門家の方々に相談する場合も気をつけるべき点があるのでこの項目で紹介します。マジそうですね。お金の専門家の仕事はお金に関するアドバイスをすることです。ただここで覚えておかなければならないのは、仮に資格があるからといってその人の言うことが全面的に信用できるわけではないということです。ファイナンシャルプランナーや投資アドバイザーを名乗る人の多くは特定の金融機関や保険会社からお金をもらって契約をしています。ですので自分が契約をしている金融機関の金融商品や保険会社の保険を私たちに売ろうとしているわけです。もちろん金融商品を買うこと自体に問題があるわけではありませんし、保険が必要になることもあるでしょう。しかし特定の会社とつながっている専門家のアドバイスを鵜呑みにすると自分にとって本当に必要なものが選べないというような事態になってしまいます。中にはちょっとここで言いたいことがあったらちょっと説明じゃないですか。皆さんも思ってることだと思うんですけど、最近保険についてっていうのはどうも、これ本当保険会社の方に申し訳ないですけど、今までは僕らのなんかがあった時のために保険に入った方がいいよってことで安心のためにって言っていたと思うんですけど、証券会社の方もそうだと思うんですけど、最近ね、やっぱね、これって自分のために言ってると思ってたんですけど、なんか違うなっていう気が。だって、もし自分が病気になった時、それは確かに保証があった方がいいですけど、それって、もともとしっかり自分で貯金をしたり投資をしていれば、そんな保険金でこういっぱいもらわなくたっていいじゃないですか。それより、保険会社がやっていることってみんな多分知らないと思うんですよね。保険会社って結局どこでお金を集めて何をしてるかっていうと、保険会社も投資をしてるんですよね。今度。はい。アフラックとかもそうですし。はい。外国のとこもそうですね。で、保険会社の人に本当申し訳ないんですけど、人件費とか今ネット型でいろいろあるんですけど、最低限確かに自動車保険とかは何かあった時に本当にボーンといくかもしれないですけど、病気とかそういうのって突然病気になるわけじゃないじゃないですか。うん。なので、例えば健康にいるための予防とかそういうのにお金をかけることはいいと思うんですけど、何かあるために病気になるために
保険をかけるっていうかけ方とかは、よく本当に見直した方がいいと思いますね。県民共済だけでもいいとか。これは本当に強く思います。あとは特定の金融機関っていうことについては、ファイナンシャルプランナーさんはいろいろ YouTube でも話してますんで、ぜひね、いろいろファイナンシャルプランナーでお話ししていることっていうのが、どちらかというと投資のことのプロより税金の方が強いイメージです。なので、当たり前ですけど、投資の勉強もしてると思うし、いい銘柄も言ってくれるとは思うんですけど、どちらかというとディフェンシブな感じ。だから知識があれば、オフェンスじゃないですけど、多少強気の投資をしてもいいかもしれないですけど、勉強してない場合は、それはみんな当たり前ですけど、アドバイスするのは安全なところ行きますよね。だって今でも債券がいいとか言ってる、ファイナンシャルプランナーもいるので、と思ったりするんですけど、それは、勉強されてる時の情報とかが違うかもしれませんしね。今だいぶ、金融機関も、1年前だったら S&P500 突っ込んどきゃいいよっていう時代からもう、ちょっと待ってっていう風になってるじゃないですか。だから金融機関とかも情報がかなり変わってきてるので、そこもね、YouTube 見ていただいた方が一番いいとは思うんですけど、そういうのも考えてもらいたいなって思います。はい、でも高校生の子たちこれ言ってもわからないかもしれないので、一応ここのちょっと思いがあったのでお話をさせてもらいましたね。じゃあちょっと続きいきますね。はい。特定の金融機関や保険会社とは関係なく、完全にフリーで働いているお金の専門家もいます。そうですね。彼らはアドバイスというサービスに対してお金をもらっているので、自由な立場で私たちが本当に必要としているものを教えてくれているでしょう。ですので、もし専門家を頼るなら、そういった方々を頼る方がいいでしょう。では続いて3つ目のポイント。お金は手段でしかない。お金が大切という話をここまでしてきました。確かにお金がないと大変です。しかし、ここで大切なのは、お金が中心の人生を送るのも間違っている。そうですね。今から100年前、アメリカ人の大部分は、現代の貧困ラインより下の暮らしをしていました。それに水洗トイレや冷蔵庫といった便利なものも存在しませんでした。生活は大変でしたが、それでも人々は家族の絆に守られ、友人や近所のコミュニティに参加し、意義深く充実した人生を送っていました。個人を超えたより崇高なものを信じていたんです。著書はこう述べています。私がこの本を書いたのは、あなたがお金と賢く付き合い、たくさんの人生の目標を達成する手助けをするためだ。とはいえ、本当に大切なのは、喜びと幸せに満ちた意義深い人生を送ることであり、お金はその手段でしかない。お金は確かに大切です。しかし、他の全てを犠牲にしてまで追い求めるのは間違っています。経済基盤がしっかりしていれば、確かにいい人生を送る足がかりになるでしょう。しかし、お金は手段であり、目的ではないということは絶対に忘れてはいけません。はい。ではここまでで一章の内容をまとめます。この章ではお金の計画の基本というテーマについて3つのポイント。どうすれば経済的に自立できるのか。お金の専門家との付き合い方。お金は手段でしかない。という3つのポイントについて解説しました。では続いてに、お金とキャリア設計の基本。ちょっと前の本なので、この章ではお金とキャリア設計の基本というテーマについて、本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。解説するのは何のために働くか。自分に合ったキャリアの選び方という2つのポイントです。もう大事ですね、本当に。ではそれぞれ掘り下げていきます。まずポイントの1つ目、何のために働くか。キャリアで成功を目指すのはお金だけが目的ではありません。私たちは起きている時間の大部分を仕事に捧げ、人付き合いも仕事関係の人が多くなります。心の健康状態もある程度まで仕事で決まると言ってもいいでしょう。そう考えると仕事選びはとても大切だということがよくわかるはずです。自分がこれから就こうとしている仕事や業界に興味を持ち、さらに雇用主のことも事前によく調べる必要があるでしょう。仕事を選ぶときは好きかどうかを基準にしてもいいでしょう。自分の好きなことであればうまくできるでしょうし、働くのも楽しいはずです。そして適性も忘れてはいけません。例えばパソコンに詳しい人がコンピュータの仕事を選ぶなら成功したキャリアを築く可能性は高いでしょう。好きなことと得意なことが一致しており、それを仕事にできるのが理想的です。仕事を選ぶときは好きや適性だけではなく、また現実的なことも考える必要があります。自分が希望している仕事や業界は出張や転勤が多いでしょうか。労働時間が長いでしょうか。ノルマが厳しいでしょうか。厳しい仕事ほどやりがいを感じるという人もいます。若いうちは激務でも構わないという人も多いかもしれません。
厳しい仕事はやりがいがあり、多くのことを学べ、やりきった時の達成感も大きいものです。一方で趣味の方に生きがいを感じ、仕事は二の次だという人もいるでしょう。あるいは人付き合いが苦手で、一人で黙々と働く方が好きだという人もいます。もちろんどのタイプであっても構いませんが、タイプによって向き不向きがあるということを忘れないようにしましょう。これでも本当にアメリカの高校生のお金の教科書なんですね。それに素晴ら加えてしいですね。もし本当だったら。考慮する必要があります。あなたは仕事にどんなことを求めているのでしょうか。世の中のためになるような意義深い仕事をしたいという人は、公務員や公共サービス、政治経済もちゃんとこういうたとえ利益を追求する会社であっても、そこで働く人は価値のある仕事をしたいと思っています。まだまだですよね。世の中に貢献するような仕事、日本は周りから尊敬されるような仕事を求めているんです。家庭科ですもんね。仕事の種類によっては、そういった精神的な欲求を他の仕事よりも満たしてくれることもあるでしょう。どの仕事、どの会社、どの業界が精神的に満足できる環境を提供してくれるのかを事前に知るのは難しいものです。とはいえ少なくとも仕事を選ぶときにそれを意識しておくことならできます。また社会人になって最初の仕事は引退前の最後の仕事とはかなり違う姿をしているということも意識しておきましょう。一般的にキャリアを重ねるごとに収入や責任がどんどんと増え、周囲からも認められるようになります。ずっと同じ仕事を続けるにしても、同じ業界の中で転職するにしても、横の移動もあれば上の移動もあるでしょう。勤め先が中小企業から大企業になる、部下ができる、責任が大きくなる、顧客との接触が増える、大きな決断をする権限が与えられるなどなど、変化は避けられないということだけは覚えておきましょう。業界や仕事によって変化や出世の形は大体決まっていますので、それをあらかじめ知っておくのも大切です。では続いて2つ目のポイント。自分に合ったキャリアの選び方。本屋さんに行くと、これから稼げる仕事を教えてくれている雑誌や本がたくさん並んでいるのを見かけます。しかし、これらの情報を鵜呑みにはしない方がいいでしょう。先のことは誰にもわかりません。今は特に変化の激しい時代ですよね。いくら専門家の予想であっても正しいという保証はどこにもありません。また、情報を詳しく見てみると、雇用の増加率が最も大きい仕事は専門的で、そもそも現時点での雇用が少ないということがよくあります。逆に最も雇用が多いのは大抵給料の安い仕事です。ここでは特定の職業だけでなく、その職業が存在する全ての業界について。ちょっとここも失礼しますね。最近思うんですけど、そのアルバイトの時給とかって、1000円くらいが多いですよね。これってもう日本がデフレになってるのかちょっとわからないですけど、1000円でアルバイトをしていて、30年前も僕も1000円だったんですけど、時給が。当時、18歳かなんか。今も、だいたいコンビニとか、だいたいのとこは1000円スタート。居酒屋もそうですね。今言ったように、労働力の大半を、そういう時給1000円ぐらいの形で雇っているところが多い。サービス業とかで。時給1000円だと、200時間働くっていうのが、今ちょっとこんなに考えたんですけど、20万円、200時間だと20万円ですよね。でも200時間って25日、要は8時間労働を25日で働くと200時間なんですよね。25日っていうことは週6プラスアルファですよね。週6、8時間働いて20万円もらえるんですよ。で、これってすっごい非効率だと思うんですよね、僕は。なんていうのかな。その8時間のために通勤もしていくと、ほぼサラリーマンじゃないんですけど、ね。もし20代の子でちょっと、社員とかで働いてらっしゃる方も多分20万円ちょっとだと思うんですよね。ってことは、時給1000円ぐらいの形で働いてると考えれば、なんて言ったらいいんでしょうね。時間をすごい犠牲にしてるんだったら、本当に自分のお金以外のやりたいことじゃないと、もう割が合わないって思うと思うんですよ。だって、そこで大学行ってる子は奨学金とかも支払って、で、一人暮らしをしたら、家賃と何か、あと税金で、多分手取りとかって言うと15万円ぐらいだと思うんですよ。
で15万円でもし奨学金を引かれたら、お金借りてる子も結構いるので、大学生でも。たら、で、一人暮らししたらもう絶対に、もういつもなんかすってんてんの形で回るだけじゃないですか。30万円超えていかないといけない。いや、副業するにはったら時間もない。そんだけ拘束されているから。と思うと、日本で働いている、その、サラリーマンや時間との戦いというか、は、どうやったら、収入を上げることができるかってなるわけですよね。うん。まあ、まだそこまで20代の子も考えてないかもしれないんですけど、今ちょっと大学生を頭に想像したときに、このままだったらあの子たちみんな、なんていうのかな、お金より時間とお金の戦いみたいな生活になっていくんじゃないかなっていうのをすごく感じて、これってみんな若い子たちもそこにぶつかると思うんですよね。まあ、働いていない子はまた別ですよ。引きこもりの子もいますのでね。まあ、親が死んじゃったらちょっとアウトですけど、そういう問題がね、すごくあるなって思いますね。まあ、アメリカに働きに行けよとか思うんですけど、これはスキルがいるのでね。はい。ちょっと続きますね。ふっと思ったことだったって考える必要があります。例えば、同じ電気技師であっても、映画業界でそうなんですね。清水さん、20年前スーパーの場合700円だったんだ。映画業界と電力業界では将来の見通しも変わってきます。加えて、人口統計学の分析や最近の経済情勢を知っておくのも大切です。例えば、現在、人口の高齢化が進んでいるので、医療などの高齢者をターゲットとしたビジネスは将来性が期待できます。世界に目を向けると、グローバル化がますます進んでいるので、外国語ができる人や外国とのビジネスの経験がある人は有利になるでしょう。さらに今後もテクノロジーの重要性は増すばかりだと考えられるので、ハイテク業界も将来性のあるキャリア選択になるでしょう。はい。ではここまでで2章の内容をまとめます。この章ではお金とキャリア設計の基本というテーマについて2つのポイント、何のために働くか、自分に合ったキャリアの選び方という2つのポイントについて解説しました。では続いて3、金融詐欺の基本。この章では金融詐欺の基本というテーマについて本書から2つのポイントをピックアップして解説していきます。ここもちょっとまた多分話すと思います。ピラミッドスキーム、その他の投資詐欺という2つのポイントです。ではそれぞれ掘り下げていきます。まず1つ目のポイント、ピラミッドスキームについて。この章では私たちのお金を脅かす金融詐欺について紹介していきます。まずはピラミッドスキームです。ピラミッドスキームとはいわゆるネズミ講のようなものです。絶対に儲かる投資があると言って会員を集め、会員の出資金をさらに古い会員に支払うことで、あたかも投資の利益が上がっているように見せかけます。最初の少数の会員がピラミッドの頂点となり、新しい会員がピラミッドの底辺のような構造をしているためこの名前がつきました。この詐欺が発覚するきっかけはリターンが異常に高いことです。誰かがおかしいと思って調査をすると、詐欺の実態が明らかになります。このピラミッドスキームはポンジスキームとも呼ばれます。この名前がついた由来を説明しましょう。1900年代の初め、ある銀行で働いていたチャールズ・ポンジは、自分の銀行が他の銀行より2倍も多い利息を払うため、顧客がどんどん増えていることに気がつきました。しかし、銀行の融資の儲けだけでは、約束した利息を顧客に払うことができません。その結果、銀行のオーナーは、残りのお金をすべて持ってどこかに逃走してしまいました。これを見たポンジは、あるアイディアを思いつきます。投資家を集めると、国際返信切手と為替レートの違いを活用すれば、大儲けできるというもっともらしい話をでっち上げて、3ヶ月で資金を倍にすると約束したんです。ピラミッドスキームではよくあることなのですが、実はポンジの投資戦略はそれなりに理にかなってもいるんです。しかし、たとえもっともらしくても、そんなにうまい話は転がっていないということを忘れてはいけません。ポンジの場合も、切手の取引ではそれほど儲けが出なかったので、大儲けしているふりをして新しい投資家を呼び込み、そこから初期の投資家へとリターンを支払っていました。時間が経つにつれて投資家の中から疑問の声が出てくると、ポンジはそれを黙らせるために広報係を雇いました。しかしその広報係が詐欺に気づき、ポンジは投獄されることになったんです。ピラミッドスキームのターゲットは富裕層だけではありません。むしろポンジに騙された人々の多くは貧しい人々でした。詐欺を見分ける手がかりは2つあります。1つはリターンが高すぎること。もう1つは運用成績が安定しすぎていることです。なるほどね。他にも出資したお金をなかなか返してくれない。投資の内容を秘密にしている。または複雑すぎて理解ができない。運用の情報を開示しないといったような特徴があります。
いずれにせよ、絶対に儲かるという話は全て嘘だと思えという原則を忘れないようにしましょう。では続いて2つ目のポイント。その他の投資詐欺。ある特定の会社を盛んに宣伝し、株価を釣り上げようとする人たちがいます。彼らが宣伝によく活用するのが、投資関連の SNS、ニュースレター、掲示板、ウェブサイト、ブログなどです。宣伝の内容が嘘であれば、これはもちろん犯罪となります。彼らの狙いは、まずその会社の株を保有し、短期間で株価を釣り上げて、上がったところで売り逃げするということです。彼らは得をしますが、仮想通貨であるな。その宣伝を信じて株を買った投資家のほとんどは損をしてしまいます。この手法は風雪のルフと呼ばれます。その他にはオフショア、海外投資という言葉にも注意が必要です。急速に成長している新興国が絡んでいることが多いという特徴があります。それに加え、特別な投資家としか取引しない海外の銀行が登場することもあります。もちろん、海外投資の全てが違法というわけではありません。しかし、ライセンスのないブローカーが今だけのチャンスなどと言ってきたら、それは間違いなく詐欺です。海外投資がしたいのであれば、証券会社を通して合法的に行うことができます。投資関連のニュースレター、掲示板、ウェブサイト、SNS の投稿、投資セミナーで教える絶対に儲かる手法なども信じてはいけません。確かに優秀な投資のプロであれば、入念な企業研究を重ね、人よりも早く有料株を見抜くことができるでしょう。しかし、真っ当なプロであれば、今だけのチャンスなどと言って投資家をせかしたりはしません。すぐにお金を出させようとするのも、大きすぎるリターンを約束するのも詐欺です。幻の超有料株は時代とともに変化します。ここ10年で世間を騒がせた詐欺には、クリーンエネルギー、石油とガス、SNS、中国株などがよく登場しました。詐欺を見抜くのが難しいこともあるでしょう。しかし、怪しい話に近づかないようにし、自分のお金を守る必要があります。はい。ではこの辺りで最後に内容をまとめます。1、お金の計画の基本。どうすれば経済的に自立できるのか。お金の専門家との付き合い方。お金は手段でしかないということについて解説しました。2、お金とキャリア設計の基本。何のために働くか。自分に合ったキャリアの選び方という2つのポイントについて解説しました。3、金融詐欺の基本。ピラミッドスキーム。その他の投資詐欺という2つのポイントについて解説しました。今回紹介した本、アメリカの高校生が学んでいるお金の教科書について、まだまだ紹介できていない部分が多いです。お金とキャリア設計の基本。はい、ありがとうございます。ちょっとこれ、自分に合ったキャリアの選び方という2つのポイントについて解説しました。3、金融詐欺の基本。ピラミッドスキーム。その他の投資詐欺という2つのポイントについて解説しました。ここか。はい。ということで、このまとめを見ていただくと、1番のお金の基本のこと、それから2番がお金とキャリアの設計の基本のこと。で、3番が金融詐欺の基本ということで、この3つのことをまとめて解説してくれたんですけども、まず3番については本当に、でも最近は少なくなってきた気がしますよ。っていうのは、消費者の方も割と YouTube を見るようになってきたので、今この YouTube のその金融関係のお話って増えてきたので、これ問題なのは、多分一番問題だった2015年からそのコロナ前ぐらいまでは、まだ、変な話、その高橋ダンさんとかも含めて、ああいう方がいらっしゃらない時、前は、そういう例えば、FX に関しても長くやってらっしゃる方とかは別に詐欺をしているわけじゃないんだけど、前の自動売買のように、どうしてもFX とかをやってくれると、その証券会社さんからリベートもらえるもんですから、どんどん無料で、自動売買を配布して、その人が勝とうが負けようが、中には親切な人もいます。ただ、親切じゃないものをやると、全然この自動売買でも勝てないんじゃないかとかね、あるし、それから仮想通貨も、この2020年のそのビットコインが上がった時に、やっぱりその他のアルトコインが上がってきた時に、詐欺みたいな形になっちゃうんですよね。要するに、IPO っていうか株で言うと IPO、仮想通貨だと ICO とか言うのかなとか IEO とかね。ああいう一回その仮想通貨を上場させるときに、みんなで投資して、公開したときに、バーンと落ちていくから、そのちょっとのところで上がったところで、パッと落とし、なんていうかな、売り切って、で、
バーッと落としていくとかいう、一時期そう DeFi とかあったんですけど、どうしても詐欺になっちゃうんですよ。その時に利回りとかが異常なので、どうしても例えば S&P500 が年利 6% とかって言われてる中で、平均ね、それ以上の世界一の安定っていうかしている S&P500 で、そうなのにそれ以上のものっていうのは、どうしてもそのパフォーマンスに行く年と行かない年ってあるじゃないですか。でも、こういうのって知らないと詐欺になりますよね。例えば、ベトナム、去年、1年間で、世界で第2位のパフォーマンス、50何%出たんですよね。今年見てください。もう昨日か最安値でしたよね。しっかりリターン戻しちゃってますよね。今ちょうど新興国、すごく悪いです。うん。そういうこととか、詐欺になってないかもしれないけど、永遠にそういったものって変わるっていうか、変わらない。米国だってこんだけ悪くなるわけだから、詐欺になっちゃうんですよ。それを何%儲かるとか言い切っちゃったりとかすると。だから、本当に最初に詐欺に、なんていうのか、詐欺だと思ってやっている人、お金を集めて、それを投資して、そのリターンを渡すみたいな、ネズミ講みたいなところは少なくなっているんだけど、本人たちは信じて疑わないものでも、後々思ったら詐欺になっちゃったっていうのもあると思います。うん。現代の場合はそっちの方が多いかもしれません。だから自動売買だってそうだと思います。うん。なんで、それって全部、知識があるかないか。一番大事なのはみんな苦手かもしれないんですけど、学生も大人になってからも、よく、勉強する、こういうことを勉強するっていうこと大事だなと。疑うっていうことは知識がないと疑えないだから、知識がない人、情報が少ない人で、儲かる世の中もあるんだなっていうことを信じてしまったりすることっていうのが、この詐欺に捕まるというか、例えば中国株だって2018年、19年は良かったかもしれないけど、コロナ以降だと、やっと今ボトムになってるじゃないですか。うん。多分、中国株いいよって言ってる人は、その時にもっと、この先はわからないけど、今はいいよって言ってるかどうかですよね。そういうこともあると思います。もう本当に金融詐欺の話だと、ちょっとヒートアップしちゃうんですけど、だったらちゃんと顔見せよとか思ったりするんですけど。僕は今日お話しするそのアラートの話とかもそうですけど、一切お金を取るつもりもないし、もう自分はとにかくいろんな人にお金の勉強として学んでほしいな。で、自分がどんどん学んでいることでスキルを上げていっているっていう、そういう番組なので、全然そこでビジネスをしようとも思ってないし、日本人は社会人平均1日6分しか勉強しないので、そりゃ、平均6分だったらほとんど勉強してない人が多いわけだから、そりゃ、勉強してる人が、どんどんいろんなことでね、豊かになっていくでしょうって思うわけです。これはちょっと話別になっちゃいますけどね。ということで、このサムの本解説チャンネルの方もいつも金融関係になるとね、僕ね、紹介させてもらうので、ぜひね、アメリカの高校生が学んでるということで、これぐらいの感覚で見ているんだなっていうのを知っていただければいいなと思って今日紹介させていただきました。はい。それではですね、こちらの方は消しちゃって、今日の相場今日ちょっとさらっとだけいきますね。ちょっと時間がかなり押しちゃってるので。はい。ちょっとこちらの相場の方はね、話しちゃっとしていきます。はい。今日の相場の方ですけども、1時間経ちました。ちょっとインターネットが遅いですけど。はい。ですね、先物がアメリカスタートして、いい感じですね。いい感じというか、後でちょっとテクニカル見たいと思うんですけど、S&P500 とナスダックの先物の上がり方がちょっとへんてこりんです。急に10時半で上がってます。急に上がってますね。はい。昨日の FOMC の関係もあるのかもしれませんが、
S&P500 が3880なので、まあまあ、いいところにはいます。いいところだけど、まだ全然信用できないですけどね。はい。4000超えなきゃまだまだ低迷してます。まだまだ低迷してます。米国の2年債3点、久々3超えましたね。3.031 ですね。金利が 3.30 なのに半導体が 3.54 っていうのも、これも珍しいですね。はい。ちょっと今相関関係がないのかな。なんかハイテク企業が、ここのね、利回りで2年債が上がると、ハイテク落ちる傾向はありますけどね。今日はいいみたいですね。ここがちょっと一時期逆イールドっていうかね、10年債の方が高い時期が、2日前かなあったですけど、またちょっと戻りましたね。はい。金利が。どうしてもこのアメリカの株と今、金利はこの2年債と10年債見ていかなきゃいけないですよね。はい。恐怖の方もそんなないですね。はい。パッパーっといきますね。世界の方を見てみましょう。中国、香港、変わりません。まあまあいい位置です。うん。はい。インドが少しずつ戻ってきた。でも16,100ならまだまだですね。はい、ヨーロッパが昨日のユーロの、一昨日のユーロから一転して反転しています。イギリスが7,200ですもんね。ジョンソンさん辞任しましたね。辞任表明しましたね。いやー、どうするんだろう。なかなかパフォーマンスできる人いないけど大丈夫なのかな。新しい人が出るまでちょっと言ってましたけど、株価落ちるかなと思ったら、まあ、どうなるかですね。今はそんなに落ちてないですね。はい。ドイツがまだまだ 12,800。今日 1.8 上がってますけど、12,800 ですね。ユーロはどうでしょう。まだ 3,500 足してません。お疲れさんです。どうも。まだ今日ね、川端さんすいません。音声が出ないもんです。ちょっと、チャット見るのが遅れたりとかしてすいません。なかなか気がつかないかもしれないです。すいません。なんかもう、新しいことをいろいろやってる割にはダメですね。はい。また今日ちょっと後半にその新しいことのね、お話ししていきたいと思いますね。ちょっと画面にはもう出てると思うんですけどね。はい。あと12時ぐらいにもしかしたらなんか変化が出るかもしれません。僕の頭の上にね、ニュースが出てますけども。はい。それで、あとは、南アフリカちょっと戻りましたね。ボベスパも戻ったっていうかもうかなり下だったので。今日、ベトナムどうです？ちょっとボトムに上がってますね。いやー、でもひどいな、これ。はい。という世界の状態はそんな感じです。コモディティ見てみます。いや、ゴールドが1740ですよ。あっという間に戻りましたね。ウクライナの侵攻前ぐらいに。はい。2000あったんですけどね、当時。早いですね。シルバーも、もう今金属がハードコモディティも、この状態ですもんね。どういうことなんでしょうね。需要が、さすがに銅は反発してますね。5% 上がってますけど。今ちょっと原油と天然ガスがおかしなことになってますね。いや、天然ガス何ですかこれまた。この1時間でアメリカ始まってからえらいことになってますね、これ。原油も、これって、ショートカバーですかね、完全に。原油と天然ガスの動きがもう完全に買いが買いを呼んでるというか、売りの人もロスカットにあって、買わされてるような動きですね、これ。この、原油と天然ガスは。灯油もガソリンも。はい。ちょっと待ってください。大豆とコーンもえらい上がってるな。あれなんでしょうね、これ。コモディティがちょっと反発してます。ちょっと今、ボラティリティが高いので、
短期トレードされるときご注意くださいね。ソフトコモディティが3% ぐらい、やってるっていうことは、レバレッジ20倍でやってたら振り切られるので、これね、もう前もいつも言いますけど、証拠金、やる場合はね、4倍ぐらい入れて、レバレッジ5倍ぐらいにするか、ぐらいじゃないと、もう今何やってもすごい振り切られるから、ド短期でやるしかないですね。これだったら、今 FX 見てますけど、FX の方が安全ですね。天然ガスと原油やるよりはね。最近 FX の値動きも見てるんですけど、レバレッジを抑えれば、通貨によっては安定してる通貨もあるので、でもユーロは今ダメですけどね。はい。やっぱり値動き見るようになってきて、FX との絡みもね、ありますね。うん。ちょっとソフトコモディティこれもちょっとボラーが高いです。小麦はいいんですけどね。他もちょっと荒れてます。はい。そんな状態です。で、ビットコインどうでしょうか。おっと、ちょっと。今見た感じ荒れてますね。なんかあれ何ですかこのビットコインもまた。アメリカの市場がスタートしてからちょっとおかしな動きしてますね。イーサもおかしいですね。なんか今日なんかあったんですかね。ちょっとファンダがわからないので、原油とコモディティとビットコインとイーサリアムが久々見ましたね。こんな上がり方。これ FX とかトレードしてる人はやられてますね、きっと。もう 5% 以上この1日でプラスマイナスあるときにはだいたいなんかやられてますね。FX とかやってる人は。はい。という思います。まあ今ちょっと激しい動きしてますね。はい。ということで、今日はですね、簡単にこちらの説明もしていきたいと思います。はい。今日のもついでに特集になりますけど、今日は久しぶり24時間ライブのやっている、株式の17の、銘柄について、これ1時間足を出してますので、簡単に説明をしながら、今日のね、特集として、新しいアラートニュースの説明をしていきたいと思います。まず、こちらの内容はと言いますと、今度、新しいチャンネルを、このライブ2つやってるじゃないですか、英語表記で。で、あれ、やっぱり1時間足と5分足で出してるので、短期トレード中心なんですよね。うん、短期トレード中心。なので、やっぱり短期トレードされている CFD とか FX やってる人っていうのは、まだまだニーズは少ないんですよ。だから僕も外国とか英語表記にして、アメリカや英語圏の方にも見てもらいたいと思って始めたんですけど、やっぱり日本人の方って言い方変ですけど、勉強されてない、お金の話とか FX とか興味あるけど、やっぱりまだ、そこまでテクニカル見て、あれがどうこうってやるのはちょっと難しいしめんどくさいしっていう人もいらっしゃると思ったので、もう一個、この、今解説してるチャンネルを、第3のチャンネルとして、解説チャンネルの時間、この火木土の23時以外の時間について、このアラートニュースと言いまして、こちらのチャートを、これはまた相談なんですけど、4時間足で一応出して、4時間足にこういう風にしまして、はい。ちょっとこれ4時間足を出して、もうちょっと長期で先物を見れるようにまずこちら設定して、あと、ここ、価格の方も大きく見えるようにして、で、注目がもうすぐ12時なので、12時になったらちょっとお見せしたいんですけど、画面の僕の上、この上ですね。これがですね、現在、僕がアラートを仕掛けているものを、
帯、これトレーディングビューの形態なんですけども、見えます？これ問題はね、これ見えるかどうかなんですよ、一個。例えば、今これ上ちょっと見ると、このデイリーニュースっていうところがあって、このデイリーニュースの下、今日の日付の23時に、ZAR。これ、南アフリカのランドですね。ランドと、JPY のドルの FX の60分1時間足のブルと書いてあります。ありますかね。で、下が、22時のアラート、ニュージードルですね。と、ドル、US ドルの FX の60分の今度ベアですね。はい。という風に、ここにちょっと英語表記なんですけども、あと、4つ目。これね、文字大きくしたいんですけどね、CN50。わかりますかね？中国ですね、これは。中国の上海50です。の、スーパートレンドのアラートが19時になったよっていうことですね。はい。ということで、まず、ここに、アラートを鳴らせて、買いなのか売りなのかを判断するアラートを表示してリアルタイムで、なので12時で鳴った時にもしかしてチコーンとこれね、5つまでしか入れれないんですよ。1、2、3、4、5個。5個までしか入れれなくて、その下までね、見せれなくて、ちょっとこれ携帯こういう風に見えますかね？アラートがこうやって出てますよね。で、もし、今度課題なのが、文字を大きくできるかっていう点と、メッセージのところを変える必要があって、あと日本語で書いた方が、これ一応日本語表記にしようと思ってるので、ここのチャンネルは。で、このアラートも全部英語じゃないですか、書いてあるのが。なので、これをメッセージを書き込んだりする、アラートを出そうか、今、でもこれ100個実はアラートを設定してて、結構時間がかかるかもしれないので、でも、これがもし、できれば、皆さんでいつも、アラートが鳴った時に、この時この銘柄が今こういう転換点なんだなっていうのを見て勉強できるんじゃないかなと思って、どうしてもアラートシステムを出したかったんですよ。で、最初ね、24時間のライブで2つちょっと自分でアラートを書いてたんですけど、英語で。やっぱり自分が寝てる時もアラートも鳴ってるし、それから自分が仕事してる時でもアラート鳴ってるので、とてもじゃないけど、全然対応できなかったりしたので、なんとか、このトレーディングビューの携帯のアラートを表示できないかなと思って、いろいろ試行錯誤してきたのが今、この状態ですね。はい。トレーディングビューの携帯版を画面で貼り付けてるってことです。やっぱこれ、あれですかね、ちょっと見にくいですかね。文字の大きさはね、なんとか大きくしたいなと思うんですけど、これでなんか見れればいいなと思うんですけどね。はい。で、まだこのスーパートレンドとかぐちゃぐちゃぐちゃってなってて、ね、これドイツの DE30EUR、ドイツダックスとかね。あと、ソイビーンとかありますよね。はい。ここをね、うまく活用できてもらえればっていうことで、まずこの表記をしました。なので、この表記が、ちょっとこれ違うとこ出ちゃった。ごめんなさいね。アラート管理。で、まずここの表記ですね。で、少しずつこれ慣れていってもらえばいいなと思うんですけど、まずこのアラートの説明もしなきゃいけないじゃないですか。この売りなのか買いなのかっていう。で、トレーディングビュー、こっち見えるかな？ちょっと待ってください。これ画面が見えれば、考え方だけ言いますね。まずこの画面のとこの、今ちょうど見えないと思うんですけど、画面の右上、今アラートに変えたの見えますかね？はい。ここですね。
まず、何のアラートを入れたかっていうのを説明をします。まず何のアラートを入れたかというと、この緑色になってるところと、画面でね、この赤色になってるところ、わかりますかね？これ一時監視しますよ。アラートが一時監視なので、あ、鳴った。今12時になりましたね。今、そっちどうだ？あ、変わりましたね。今見えますか？皆さん。今12時になった時に、N ガス F、天然ガスが60分で、ブル、60分の足で、上昇トレンドのマークが出ています。次、USDJPY なので、ドル円ですね。ドル円の FX が、60分でブル。それから今度は、CHFJPY なので、これはスイスのフランですね。フランと、日本円が60分でブルということで、今ちょうど日本円がブル相場になってきたということが言えるかと思います。で、この今ブル相場のアラートを出しているのが、今話しているこの、画面の赤色がベア、青色が、緑色がブル。ブルとベアですね。このアラートをこの表記したということになります。これ何の表記かというと、見えますか？もっと詳しく言いますよ。ちょっとこれ大きくしますね。ロウソク足一本の包みのアラートになります。わかりますか？包み足、要は転換点ですね。全部が全部正しくはないですけど、ブル、買いの転換、売りの転換を示すときのロウソク足一本の1時間を見たときに、ここをね、ブル相場だよということで、ここから上がってくる場合も、当然全部が全部信用できるわけじゃないですよ。ちゃんと検証しなきゃいけないんですけど、で、ベアの場合は、これでも、ここベアになってますけど、あんまりベアになってないじゃないですか。ということで、一応、転換点だよっていう意味で、1時間足のアラートを鳴らしています。それが、60分ブルとか60分ベアって書いてあります。まずこれ一つね。で、どの通貨ペアを、アラートを出してるかというと、FX の15通貨。15通貨だな。はい。ドル円とかありますよね。のブルとベアで、15通貨のブルとベアだけだけです。30個になりますよね。ブルベアで。と、先物の17。先物が17ありますので、株価指数が10個。それから、原油、2つ。から天然ガス、ゴールド、シルバー、オーン、大豆。ということで、GMO クリック証券のメインになるところになりますけど、これ17通貨のブルとベアですから、17×2 で34ですよね。今 FX と株で15足す17、32ということかける2での64。それと、あと仮想通貨の5つだけ鳴らすことにしました。鳴らしてるのが、ビットコインとイーサリアムと BNB とソラナと、なんだったっけ ?XRP かなの5つで、ブルベアダが10個。で、このロウソク足の1時間足の転換点については、いのりさんも FX でよく言われてることなんですけど、この1時間足を見たときに次に15分足か5分足を見て、買うエントリーをするか検討するという意味で、アラートを鳴らすには一番1時間足が僕はいいなと思って、1時間足のこのクロスしてるとことか、包み足を、アラートをしました。なので、皆さんもその1時間ごとじゃないですけど、
このページを見ていただくと、今みたいにアラートが鳴ったっていうことで、もしかしたら、その銘柄によってはトレードするきっかけになるんじゃないかなと思っております。まあ、当然よく言うで、投資は自己責任ですので、僕の方はアラート鳴ったからといって、そこは全部買いのシグナルですよ、売りのシグナルですよっていうことじゃないと思うんですけど、転換点ですね。ここ。バーが黄色くなってますよね。転換点ですね。はい。売りのサインから買いのシグナルの転換点。だから、この、見ていただくとわかるんですけど、黒い、ロウソク足があったりとか、黄色いロウソク足があったりとかしますよね。これも、色違いによって、そのロウソク足が変化しているということを示しております。例えば、こちらの、ロウソク足は、ピンバーっていうのはよく言われてると思うんですけど、このピンバーが出たことで転換点になるっていうことも言われてますよね。うん。で、一応、これを見ていただいた後、実際に1時間足、5分足の2つの、ライブのチャートをより細かく見ていただくことで、賭けになるかもしれないなと思ったんです。なので、ここは、チャートについては、4時間足を出します。4時間足を出します。4時間足の、先物17、それから FX15、それから仮想通貨が全体的に言って12、3ですけど、1個チャンネルやってるのと全く同じなんですけども、4時間足を出します。はい。で、あと、ちょっと待ってくださいね。これ今1個停止になってるな。待ってください。複製されました。1時間分。これ被ってるってことか？ちょっとごめんなさい。今、アラートチェックしちゃっていけないです。これ、×か。×ですね。はい。でですね。で、FX に関しては、この1時間足のブルとベアをアラートを鳴らしてるんですけど、先物については、ここに書いてあるんですけど、ちょっと紹介しますね。こう見えますかね。この CN、見えます？ CN50 っていうところ。CN50 のスーパートレンドストラテジーって書いてあります。それから、今日の17時に出ているシルバー。シルバーもスーパートレンドストラテジーっていうのが出てます。ということで、先物の17の、アラートについては、もう一個、ここ。今4時間足で出してますけど、このバイって書いてるやつ、わかりますかね？小さい。こっちの緑色のバイって書いてるやつ。ここ。これ、スーパートレンドと言います。一回説明はしたかもしれないんですけど、このスーパートレンドのバイシグナル、これ、長期であればあるほど、かなり精度は高いみたいですね。全部投資にはあれですよ、なんて言ったらいいかな。絶対はないので、僕は絶対とは言わないですけど、確率が高かったっていうだけです。ただ、短期でこのスーパートレンドは、ちょっと、別に騙しって言い方変ですけど、4時間足ぐらいだとこのスーパートレンド結構効きますね。はい。転換点として使われています。で、アラートについてはすいません。1時間足になりますので、ちょっとこの US、例えば、ちょっと待ってください。CN50 ちょっと見てみますか。中国、上海のところちょっと説明しますね。とにかく、本当に皆さんが見てもらえて、あ、ここ転換点なんだってわかる、そのシグナルをリアルタイムで配信できると、かなりトレードについて勉強しやすいかなと思います。これ今中国の上海50ですね。で、この今日、17時に、4時間足だから1時間足に変えますね。ちょっとこのアラートについての説明大事だと思うので、これ使っていただけるようになったらすごい脅威だと思います。なかなかないと思うので、出てる、ここ。12時だ。あれ？これか。この矢印のやつですね。
すいません。ちょっと、この場合のやつとまた違いましたね。でも待って、12時でも出てた？ CN、ちょっと待ってくださいね。10時に出てる。あ、これ別のやつだ。ここのクロスか。ちょっと待ってくださいね。ここね。はいはいはい。すいません。ですね。この、中国のシグナルは、この矢印のことです。ちょっと見えますかね。これです。このシグナルでバイを出してます。バイシグナルですね。まあ、結果論、良かったですけどね。上がっていますけどね、ここから。一時監視でも。で、このスーパートレンドはシグナルに入れてなかったみたいですね。12時からのやつは。こっちの方、スーパートレンド2つ入れてるので、こっちを採用してます。なので、この矢印が、紫の矢印が出たら、はい。多分、この矢印だと、これスーパートレンドの矢印だと、これ、このオレンジ。ちょっと見にくくてすいませんね。これ、売りのスーパートレンドのサインです。まあ、結果、売りになってましたけど、はい。こういう形で、この矢印のアラートがそちらで出るようになってます。まず一つ。これスーパートレンドのアラートです。で、最後にもう一個。見えますかね？はい。今ちょっと出して一番上のとこにしましたけど、今携帯をスクロールしてるんですけど、一番上、CN50 の4時間のクロスって書いてあります。これもっと本当に表記わかるようにします。直しますね。もう直せると思うんで、はい。ちょっとまたこれ、1日かかると思うんですけど、ちょっと表記わかりやすくします。これ何を言ってるかというと、4時間足のゴールデンクロス、デッドクロスです。4時間足の、ちょっと検証しますね。また書いちゃった。もう、すぐ書いちゃうな、これ。お絵かき。4時間足、ちょっと待ってくださいね。今ちょっと出します。検証してきますね。今日の10時にクロスしてますね。4時間足を。今日の10時。これか。違う。7月7日の、ここだ。バッテンが、ちょっと待ってくださいね。これはダメですね。今見たらダメです。何がダメかというと、このシグナルは、点々点って見えますよね。この点々点々点って書いてあるのが、これが長期の移動平均線です。SMA とかだけじゃないです。マルチ MA って言って、言ったかわかんない。平均線の7つの平均線の、50を指してます。50指してます。で、上のこの緑と赤色になってるのが、20MA です。の平均です。ということは、これ、クロスしてるので、これゴールデンクロスでもデッドクロスなんですけど、デッドクロスって普通、売りのサインなんですけど、今見てもらうと4時間足で、デッドクロスしてるのに、上がってます。なので、このシグナルは正しくないです。結構反発してるかなとも見てたんですけど、なかなかデッドクロスしてなかったずーっと、ちょっと待ってくださいね。これちょっとあれかな、このシグナル採用するのやめようかな。わかんないです。もう一回ちょっとこのシグナルについては、4時間足のゴールデンクロス、デッドクロスいいかなと思ったんですよ。4時間足のSMA200 っていうのも結構、聞いたりすることがあるので、反発として。
久々クロスしたのにな。そうですね。ちょっとこの、平均足、このクロスについては、4時間、ちょっと1時間で見ていいです？ 1 時間の方が正確なのかな？すいません、すぐ、アラートについての検証は、クロスについては滅多に出ないので、1時間の方が正しいか。1時間の方が、クロス、いいかもしんないですね。デッドクロスして下がっていて。なるほど。ちょっと、この平均足、1時間の方が、まだいくつかちょっと検証しますね。要するに言いたかったのが、アラートを鳴らしているものっていうのが、一つ目が、ロウソク足の転換点の包み足。二つ目が、スーパートレンドでいう三つぐらいの、ロウソク足の転換点でスーパートレンドっていうのが出てますね。まあ、日本で言うと一目均衡表みたいな雲に似てるもの、と、平均、ロウソク足を合わせたもの、スーパートレンドですね。それからもう一個が、平均足の移動平均のゴールデンクロス、デッドクロスの、もの。これについては、4時間足で見てて合ってるかなと思ったんですけど、1時間足の方が正しいかもしれませんので、これまた、修正します。1時間、ちょっと待ってくださいね。1時間。そうですね。はい。すいません。なんか解説しようとしたのに今修正しようとしだしたので僕また後でやりますね。ここね。パラメーターで。はい。ということで、すいません。こういう形で、ね。自動で僕がいない時でも、解説するときには、こちらの方の、アラート鳴った時に解説もできると思うんですけど、僕がいない時で、この上見えますかね？この、ライブ配信アーカイブって書いてあります。このアラートの下。これ何を言いたいかというと、この放送を終わって、まあ、24時間ライブにするかわからないんですけど、過去の、この YouTube ライブおかげさまで100本いったのかな？で、もう、なかなか初心者の頃のお話とか今、なかなかできないんですよ。なんか、どんどん僕、新しいことを学びたいと自分で思っちゃってて、なんかちょっと、本当は良くないんですけど、初心者向けのお話もしたいなと思うんですけど、どうしてもこう学びをこう進めていく上で、自分もちょっとこう、研究したことをこう進めたいとか、実験したことをやってみたいっていう思いがあって、もうどんどん、もしかしたらなんか自分のライブがマニアックな感じになっている専門用語も多くなって。で、これは良くないなって思って、また、このライブ配信のアーカイブをここで僕が今喋ってるところ、この顔のとこですね。ここに流そうかなと思ってます。まあ、これどういう風になるかわからないんですけど、過去のもの、もう多分1年これでやってきたんですけど、だいぶ、こう、おかげさまで勉強させていただいて、話してる内容とかスキルも変わってきてると思うんですよね。うん。なので、初心者向けの話も当然してるだろうし、それを、まあ、BGM 代わりじゃないんですけど、ここで流したいなと思っております。なので、まあ、アラートニュースとは書いてあるんですけど、この下には、僕が喋ってるとこには、そういう、お話を、今までのね、ライブの話もしようかなということになります。とにかくこの、アラートについては、ぜひね、うまく使えるように、また説明もしていきたいと思いますね。このテクニカル、本当にすごいいろんなインジケーターが入ってるので、多分、使いこなすの大変っていうか、前も言ったように、たくさん矢印も入ってるし、バイも入ってるし、シグナルもたくさん入ってるんですけど、やっぱり、
ちょっとマニアックすぎると思うんですよ。うん。どういうものを使うか。うん。だって、フィボナッチの話もこの間したんですけど、一時監視だとフィボナッチ出ないんですけど、出ないよな。フィボナッチですらもテクニカル上であるので、4時間か。4時間だとフィボ出るよ。フィボ出るかな？出てますね。ちょっと気になることがまた出てきたので、また直しますね、これ。フィボのインジケーターがなんでかでかすぎる。このフィボナッチを引いてるところがでかすぎるな。4時間だとダメだよな。ちょっと待って、1時間なんで？あれ？ちょっと修正がいるな。ちょっとこれまた修正しますね。中国の一時監視のフィボの方もおかしいな。自動でやってるのはちゃんとこう見て設定し直しますね。ごめんなさいね。なんかいろいろ修正しなきゃいけないところが出てきたんで。フィボはでかすぎです、これだと。はい。とかね。で、こちらの方は一応4時間足で出せるようにしておきます。これだと全然フィボナッチが全然効いてる位置じゃないですね。はい。はい。ということ、あと、これ、携帯の方をこうやって出すんですけど、携帯の方ですけども、今止まってないか。ですね。こう小さくして、携帯が見えますかね。リアルタイムで今こうやって。週末とかは、こちら、今見えますかね。GMO クリック証券のニュースとかも流してもいいかなと思ってます。こういう、ニュース。これも、時間になると新しいニュースが出ると上からどんどんニュースが流れてくるので、ファンダメンタルも便利だし、そういうのもね、アラート見つつ、本当はね、アラートとこのニュース両方出したいんですけど、画面がね、携帯2つ出すのちょっと大変だったので、こういうね、ファンダメンタル、週末なんかはね、このニュース出してもいいかなと思ってます。一言一つ、細かいですね。本当に世界のいろんなニュース、こんなたくさんあるのかと思うぐらいいっぱい出てきます。果たしてこれ、こんな見る人いるかなと思うぐらい。細かい、優先順位がないので、ちょっとね、本当に例えばこういう経済カレンダーもあるんですけど、経済カレンダー流してもいいなと思ってるんですけどね。これでもいいかもしれないですね。ただ、これも同じように重要な経済指標とかもありますので、どれをね、流してね、皆さんにこう、お届けできるかなと思う。まず、アラートの方を優先にしたいなと思います。まずは、アラートを見て、僕もアラートを見て、ここ買い場なのかな、売りなのかなっていうのを勉強して、チャートを見たりするきっかけになったらいいなと思います。はい。そんな感じです。とにかく今この CN の50の、ちょっとフィボナッチが気になってなんだこの線は。ここですね。ちょっと変えなきゃいけないですね。ここにインジケーターの画面の右上、左上にこう載せてますけどね。10個入れてますね。これは。で、前も言ったかもわかんないですけど、この5分足のチャートに関しては、違うインジケーター入れてますので、短期売買用、もう見てわかると思いますけど、ここにストキャスティクスと RSI のものが入っていたりとか、三角ウェッジが入っていたりとかするので、こちらの場合は特に形を重視した、トレードができるようにインジケーター入れてますのでね。これ、本当にこの三角ウェッジ注目した方がいいと思います。三角を抜けたからトレンドが変わったりとか短期でしてますので、三角ウェッジ抜けた上パーンと行ったりとか、これはね、結構効いてるなと思います。5分足で三角ウェッジ見るのもいいなと思います。
なかなか皆さんこうね、僕もそうですけど、逆三尊見つけたりとか、ダブルトップ見つけたりも大変じゃないですか。なので、ダブルトップについては、多分出てると思います。三角ウェッジはいっぱい出てますね。これダブルトップ、これ出てるかな？重っ。あ、出てますね。ちょっと細かくなってすみませんね。今、スクロールしてるだけなので。表示だけ見せますね。ダブルトップとか、ダブルボトム、ダブルトップは、表示できるようにしてあります。あと、三角、トライアングルウェッジも、青いところで、ライジングウェッジとか、なんつうの、ディセンディングトライアングルとか、三角持ち合いってやつですね。これが何の三角なのか。うん。多分、高橋丹さんとかやってるときには、もう FX やられてる方とかね、この、三角の持ち合いとか、言葉聞いたことあると思いますけどね。はい。ちょっともう細かいですよね、これ。なかなか5分足難しいと、またね、FX の話はみんなで勉強していきたいなと思いますけど、ノックダウンっていうのも出てますね。はい。面白いですね、ここも。三角ウェッジの、ことについては、2種類のインジケーターを入れてますので、ちょっと細かいですけどね。でも抜けた時の、三角ウェッジ抜けた時は本当にチャンスだなと思います。これ結構信頼度高いですね。揉み合ってから抜けた時のタイミング、大事ですね。ただこれ5分足なのでアラート出せませんので。しめじさんありがとうございます。すいません、気づかなんで。ありがとうございます。おやすみなさい。もう僕もこれもうすぐ終わります。はい。また今日はできる、明日かな。今日ちょっとこれ修正して、アラート、今ちょっとニュースからアラートに変えますので、アラートどこやったっけ？これか。すいませんね、これで。アラート管理。これなんでかっていうと、トレーディングビューの一つの特権で、あれみたいですね。携帯でいつでも見れるように、アラートを仕込んでおくと、パソコン、無料の方も、ただ、無料の方はトレーディングビュー1個しかアラートできないみたいですね。で、僕は、プロプラスっていうのを使ってるので、100個アラートを鳴らすことができるんですけども、最大限活かして、ほとんど有料版の、皆さんもそのトレーディングビューのプロの有料版を有効に使っていただいて、いろんな銘柄のテクニカルとかを見て、で、あと、いろんなものが入ってますので、使い方もここで徐々に説明していきますのでね、どんどんトレードをしてきっかけになってくださればいいなって思います。で、これ、今2つ出してますけど、こっちは1つにします。4時間足にします。で、他のチャンネルで1時間足と5分足出してるので、もし、この銘柄ちょっとトレードしようかなと思えば、短期のとこ見てもらって、で、ご自分で、キッカーコードとかも拾って、チャンスかなと思ったら、トレーディングビューで、ここら辺いけるかなと思ったら、また、実際ね、GMO ではあったり、ペイペイ証券であったり、FX だといろんな証券会社ありますよね。そういうので、少し試すのもいいかなと思います。はい。とにかく僕の方でも、なんとかこのアラートをね、鳴らせるニュースを、出していったらいいなと思っております。ちょっと今日、これ終わってから修正しますね。なんか、フィボナッチが気に入らないですね。なんでこんなになってるのかわかんないですけど。はい。後のものはね、いいかなと。この MacD とかいっぱい出てますんで。はい。これも、このテクニカルの指標もなかなかですね。はい。これ出てるやつ。MacD とか RSI とかみんなこのチャートの下によく出てるんですけど、これをね、一気にまとめたやつがここにも出てますんでね。
僕的にはこのマニアックですけど、このインジケーターはかなり最強だと思ってますけどね。はい。実際にはい。もう、いくつか本当に5分足でやって、うまくいってるのもあります。はい。まあ、100% じゃないので、これ違ってたなっていうのもありますけど、でも本当にこれ勉強になりますのでね。で、皆さんはトレーディングビュー多分3つまでしか無料の場合インジケーター出ませんので、インジケーター3つ入れるとしたら、僕だったらスーパートレンドと、フィボナッチの自動と、あと好みかな、ローソク足のこのブルベアのやつもいいかもしれん。1時間足でやるんだったらこのブルベアの、どれだブーリッシュ、そうですね。プライスアクションバーっていうのか。はい。そういう値動きの、こう、バーが、色が変わるやつを入れても面白いと思います。まずは、なんかちょっと試してみて、で、こういうアラートとかもきっかけにしていただいて、ちょうどうまくいけば、00分にこうアラートがチーンとなるように設定しましたので、ぜひね、見ていただいて、これトレードしてみようかなっていう時間帯があればね、お昼休みとかでなんかアラート出てるかなと思ったら見ていただいてね、って。特にね、昼間はね、やっぱ FX がね、アラート鳴ってますね。で、やっぱりアメリカの、市場、この時間から5時ぐらいまでは、アメリカの市場はやっぱ鳴ります。昨日4時すごかったですね。やっぱり FOMC があった時に、僕寝ちゃったんですけど、チンチン鳴ってたですね。多分このアラート5つしか見えないですけど、これ多分10何個鳴ってたので、もうすごかったです。はい。まあ、うまくいけば明日ぐらいから、ちょっと修正して、発信していこうかなと思います。携帯と、こうね、連動させた、このニュースというのを、うまくね、活用できるようにね、皆さんと一緒に、こう、やってって、本当にいいスキルアップっていうか、これで、うまくいけば無料商材なんか買わなくてもね、指標だけでこう勉強できると思いますので、はい。という、まあ、こういうアラートニュースのお知らせでありました。はい。うまくちょっと閉まったかわかんないですけど、はい。それでは、土曜日ですけども、本当はね、自動売買のことをもうちょっと深掘りしようかなと思ってたんですよ。こんだけいろいろ自分で自動売買のことを、別にこれ自動売買のプログラムできるかもしれないんですけど、そんなことより、なんか本当にいい自動売買があるかどうかってちゃんと深掘りして、勉強していきたいなと思ってます。FX では、本当に使い方をうまくやればね、なんていうのかな。使えるものもあるかもしれません。ただ、24時間稼働させていかなきゃいけないので、僕と同じように、自動売買は基本、24時間サーバーは出しっぱなし、パソコンもつけっぱなしとかそういうのが多いみたいですね。で、こう切ったり、切らなかったりすることがあるみたい。まあ、そういうことも含めてね、なんか、いいことがあればまた勉強していきたいなと思っておりますので、よかったらね、遊びに来てください。はい。それでは、このチャンネル、これで終わりますけど、もしかすると明日ぐらいから、今のこのアラートニュースの方、再開すると思います。ただ、アラートニュースをやってる時は、24時間じゃないかもしれません。週末はやらないかもしれないし、ちょっとわからないですけど、平日はアラートニュースをやって、で、この喋ってるやつは、なんて言ったらいいんでしょう。このアラートニュースはやめて、実際に僕がアラートが鳴ってるものに関して、11時、12時あたりとかは解説ができればいいかなと思ってます。はい。そんな感じですね。ちょっとアラートの方のまた設定もね、考えていきたいなと思っております。はい。長くなりましたね、今日も。もうよくこんな遅くまで1時間半ベラベラ喋ってますね。自分で言うのも変ですけど。はい。それじゃあまた土曜日23時で、多分、家庭教師10時までなので、なんとかなると思いますけどね。はい。やっていきたいなと思います。はい。今日も遅くまでありがとうございました。また土曜日お会いしましょう。ありがとうございます。失礼いたします。